皆さんこんにちは、ガジェログです。今日はこちらです。ファーウェイウォッチ GT ランナーが到着しましたので、開封レビューの方を行ってみたいと思います。昨年ですね、こちらのファーウェイウォッチ GT ランナーが GT3 と一緒に日本で公式に発表されました。でその時のね、動画の方がここに今貼ってありますけども、スペック解説の方をさせていただきました。それでずっとこれ気になってたんですよ。ようやく購入に至りました。では早速ね、開封の方をしていきたいと思います。では本日も行ってみましょう。ということで早速ね、開封していきます。注意するとこなんですけども、アップギャラリーからダウンロードしてくださいっていうことがしっかり書かれていますね。スマホに入りますアプリがファーウェイのヘルスケアというアプリがあるんですが、それは Android であればアップギャラリーからダウンロードして使ってくださいということが推奨されています。私はもうファーウェイバンド6の方でそのアプリを入れていますので、これを追加するだけになります。では開けてみたいと思います。よいしょ。はい、出てきました。おお、いいですね。最初の見た感じのインプレッションすごくいいですね。高級感があります。おお、すごい。かっこいい。めちゃくちゃかっこいいですね。このメカニカルな感じいいですね。なんか思ってたよりすごくいいですね。でちょっと付属の品の方も見ていきたいと思います。長さ調整のためのベルトが入っていました。このようにベルトループも入っていました。ですのでこちらの長さをね足りないっていう方は多分交換できるんじゃない。短いのが入っていますね。上側になりますけども、短いベルトが入っていました。いいですね。これじゃあちょっと長すぎるよって方はこちらに交換するのもありですね。そして箱の奥から出てきましたのがクイックスタートガイドが入っています。でこちらがワランティーカードが入っていました。そしてこちらがマグネットタイプの充電器が入っています。そしてケーブルの方がですね、タイプ A の充電ケーブルになってますね。こんな感じでしっかりね吸着されますね、かなり。ではですね、本体の方を見ていきたいと思います。かっこいいですね。これでねちゃんと使い始めたよってことが分かるテープになってますね。では先にですね、私の腕周りの長さが結構腕が細いのでどうなるかちょっと見たいと思います。すごいいいですね。このバンドの質感がすごくいいです。私の場合だと腕周り細いので、この最初からついていたのだと結構上まで来ちゃいますね。ではバンドをね装着して電源投入してみたいと思います。ハーモニー OS ですね。はい、そして言語の設定になります。ここでもねこのように操作することができますし、タッチでね変更することもできるようです。はい、日本語。そしてペアリングですね。ではこれからペアリングしてしばらく使ってみて、その後のまたレビューの方をお届けしたいと思います。先ほどこちらの iPhone とペアリングを終えてしばらく使ってみました。ペアリングの後ですね、ちょっとウォーキングに出かけてみましたけども、屋外ウォーキングのワークアウトを使った時のインプレッションですね、そのあたりも含めてお伝えしたいと思います。まず、先ほどお伝えしたようにペアリングは今 iPhone と行っていますので Android とのペアリングではありません。では最初にですね、こちらの重さの方をちょっと測ってみたいと思います。まず最初に0表示にします。そして置いてみますね。はい、52.8g になっています。こちらはバンド込みの重さになっています。ちなみになんですけども、ファーウェイバンド6ですね、32g になっていますので、結構ね重さの違いを感じます。ただ非常に軽量な材料を使っていますので、見た目ほど重くないんですよ。軽っていう感じがしました。今こちらは点灯20分間のモードを使っていますので、ずっと表示されたままになっています。あくまでもね AOD 常時表示ディスプレイではないということを踏まえていただければと思います。今ねここに画面点灯ってなってますけども、このモードを使っていますので今ずっと点灯されている状態になっています。ついでにご説明したいと思いますけども、文字盤のホームの画面から上からスワイプしますとね、各設定、水分を排出、これ防水機能とかねついていますので、おそらくここからね排出するんだと思います。ちょっとやってみますね。すごいすごい。ここからね音が出てますね。そしてデバイスを検索ね、これよくスマホが鳴るやつですね。そして通知の明動制限、アラーム、画面点灯になっています。ではデザインの方をね見ていきたいと思います。斜めから見てみたいと思います。非常に視認性がいいですね。はい、そして明るさに関しては自動調整
になっていますので、今部屋の明るさに合わせた明るさになっています。めちゃくちゃ綺麗なんですね。これカメラ越しでも相当綺麗だと思うんですが、肉眼でもめちゃめちゃ発色良くてすごく見やすいです。そして屋外でも本当に見やすいですね。ウォーキングはねサングラスをつけていたんですけども、それでも本当によく見えていました。文字盤なんですけども、ステップ、歩数、そしてアクティビティの時間、天気情報、高度、気圧、消費カロリーですね。これもいいですね。そしてこれは今までねよくあった文字盤ですね。そしてこれもスピードメーター、もうパワーウェイバンド6でもね結構出てきましたけども、おなじみの文字盤になっています。その他なんか出てきましたね。その他なんかどんどん出てきますよ。そして裏面を見ていきたいと思いますが、これがね新しいセンサーらしいんですけども、心拍とそして血中酸素ですね、その2つを測ることができます。もちろん睡眠もモニタリングすることができます。一つこのファーウェイウォッチ GT ランナーについていない機能があります。それはですね、アプリの中にもね表示されているんですが、皮膚温度を調べる、それはこれにはついていませんでした。皮膚温度ですね、ここの表面の温度を測って表示してくれるという、そうした機能はありませんでした。そしてバッテリー充電に関しましてはこちらですね、こういうふうに充電することができます。ちなみに今手持ちのですねQiの無線充電ができるものがあるんですが、先ほどやってみましたら反応しませんでした。ですのでこちらが専用の充電器になりますので、地域規格に対応したものは使えないということになります。そしてワークアウトの使い方なんですけども、このようにして、そして先ほどですね屋外ウォーキング、例えばここでもねこのように操作することができ、非常に滑らかですね。これハーモニー OS が入っているんですけども、屋外ウォーキングを選びました。そして GPS 内蔵されていますので、位置の特定中ってありますね。はい、今特定されましたね。非常に早いですね。もう10秒かからないですよね。そして下のボタンを押して開始ってあります。これがそのウォーキング中のホーム画面になります。このワークアウトしている時にこのように表示を変えることができます。歩数、ケイデンスとかですね、カロリー、そして上昇距離って書いてありますね。そして高度、今現在の高度ですね、15メートルとこに私が今います。そして心拍数、そしてこちらが、ちょっと私よく分かりませんが、このような表示になっています。そしてまたホームに戻ってきました。そしてこれがですね、今 GPS で今現在地を表示してくれていますね。そして来た道に戻るっていう今表示ちょっとありましたけどね、ここですね。これを押すとおそらく開始地点戻りましたということで、今現在地にいます。動いてませんのでね、このような表示になったと思います。音楽再生コントロールもこのようについています。はっきりした表示になっていますので非常に見やすいですね。そしてこちらがですね、太陽の日の出と日の入りの表示が同時にこのワークアウト中に確認することができます。こちらにねその時間が出ていますね。そしてまた戻ってきましたね。これ先ほどの GPS での現在地が表示されます。ちなみにワークアウト中はマップが表示されるわけではなくて、自分の現在地がこの GPS 上では分かっているっていう状態になっていると思います。そして止めるときはですね、こうもう一回ホームを押しますとポーズって言ってましたね、一時停止。はい、このように音声案内もついています。であとですね、メニューの方もちょっとねサクッと見てみたいと思います。ワークアウトが一番上ですね。ワークアウトの状態、乳酸値の闢値、そして心拍数、血中酸素先ほどの39分前ってなってますね。そして活動の記録、睡眠、ストレス、呼吸法の訓練、通話履歴、連絡先、音楽はアプリの方から入れることができるようです。そして気圧計ですね。ちょっと見てみましょう。かっこいいですね。ここ現在地の気圧になりますけども、999ヘクトパスカルになっています。そしてコンパス、通知、天気、ストップウォッチ、タイマー、アラーム、懐中電灯、ちょっと押してみる。白いやつですね。そしてデバイスを探す、そして各設定ですね。ペダルマップ、これはファーモニー OS しかできませんけども、マップに関しては最初から入っていましたけど、このホームワークアウトとカルキュレーターニューって書いてあるのは先ほど入れてみました。ちょっとちっちゃいので厳しいかなっていう気がしますけど、緊急にねちょっと使いたい時にいいのかなっていう感じですね。という感じになっていますね、ホームに関しては。そして下からスワイプしますと通知を表示することがすぐにできます。
そして左を見てみますと、今現在地の場所に連動した天気情報が見ることができます。そしてちなみに下にですね、音楽の再生できますよというボタンが出ています。そしてこちらがですね、難しいんですけども AI でトレーニング指数を教えてくれるって機能ですね。まだ情報が少ないので何も出てきてないようです。そしてどれぐらいトレーニングしたかっていう週の情報になりますね。今日20日分できていますね。そしてランニング能力の指数でありますね。ランニングされる方はこちらにその情報が出てくるかと思います。そして現在の心拍ですね。で過去7日間平均も出てます。そしてこちら今自分の現在地の天気情報が詳しいものが出てきてますね。ということで今ざっくりこのウォッチの中の各機能について見てきましたけども、まず私の感想なんですけども、デフォルトのこの文字盤が非常に秀逸だなと思いました。ワークアウトにまずすぐ飛ぶことができるっていうのがすごくいいなっていうのと、そして音楽のね再生コントロールもいきなりすぐ飛ぶことができますね。そしてこれ私個人的にかなりお気に入りなんですが、日の出と日の入りの時刻、これもすごくありがたいです。そしてデジタル表示なんですが、秒数表示がこのようにリアルタイムで表示されています。そして天気情報ですね、気圧情報、これちょっと分かるだけでもなんか頭痛持ちっていうのもありますので、気圧下がってきたなと思えばこの数値を見るとそうかっていうこともあるかもしれませんね。そして今の高度計ですね、14メートル、先15ってありましたけど、だいたい誤差になっていると思います。この文字盤がすごくいいなというのがまずもうこれ買ってよかったなっていう一つ目になっています。そしてデザインもそうなんですね。これは明らかにもうデザイン的にスポーツウォッチになっていますよね。でも普段使いでも十分いけるなというふうに思います。はい、というわけでですね、開封とそしてファーストインプレッションについてお伝えしました。これからですね、使い込んでみてレビューの方をしていきたいと思います。では今回は以上となります。この動画が良かったよということは高評価、そしてまだの方はチャンネル登録お願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。さよなら。